週刊ハッチポットニュース。この動画は日本語だけで VR アニメが作れてしまう、さらに作ったアニメを VR で体験できるプラットフォームハッチポット VR 作品の紹介やアップデート情報をお伝えする内容となっています。それでは早速今週連載分の作品を紹介します。我らが探偵部47話。この物語は女子高校生の雫と愛がプレイヤー視点の男子生徒と一緒に様々な事件に首を突っ込んで名推理をしながら真実に近づいていくコメディミステリー作品です。前回46話で無事事件が解決し平和に戻った探偵部。すると男子生徒のもとへ招待状が届いており、差出人は怪盗から。中身を見ると暗号らしき文章がありました。47話では暗号を解こうと頑張る3人。しかし内容が難しく解けずにいました。すると巫女からこちらに来ると連絡が来て、我らが探偵部1から47話公開中です。3人同好会34話。この物語は仲のいい3人、さくら、りく、てつ。仲がいいからといってその人の全てを知っているわけではない。3人それぞれの視点で物語を楽しむ新感覚な作品です。前回33話ではみゆ先生と対面するてつの視点。てつはみゆに対し奴隷になってもいいと言い出します。その後みゆとてつで契約書を書くことに。34話はみゆ先生とてつが話している時のりく視点。りくは自分のためにやりたくないことをしているてつに対して後ろめたさを感じていました。するとてつから連絡が来て、教室でみゆ先生と話してと報告が。指定された教室に行くことを迷っていると、そこにさくらが現れて。3人同好会1から34話公開中です。8子は何も知らない26話。この物語は男子高校生の薫がある日の夕方、世の中のことを何も知らない8子と出会い、その8子が繰り広げるドタバタコメディヒューマンドラマとなっています。前回25話はサーシャと話をする薫。サーシャは8子のことを濁したまま何も言えずにいました。その後文化祭まであと少しの状況で、薫が8子に接客について聞くと、8子はわからない様子で特訓をすることに。26話でその後残されたアイルと薫の話。帰ろうとする薫にもう少しここにいようとアイルが言い出し、8子は何も知らない1から26話公開中です。学園の幽霊たち13話。この物語は学園で自爆霊をしていることに飽きたレイナが成仏するために生前の未練を晴らそうと同じ幽霊の優香と一緒に解決していく作品です。前回12話でレイナ、サキ、ポコの話し合い。優香に事件の詳細を伝えるためレイナはサキから事件について聞き出し始めます。とりあえず優香に事件のことを伝えようとするレイナ。しかしサキは1週間以内に事件の真相が解決しなければ幽霊全員を消すと言い渡される。13話では優香とレイナが合流、事件の内容を整理することに。話を進めていくと優香は犯人が分かったと言い出し。学園の幽霊たち1から13話公開中です。お悩みは仮予定錬金術工房まで27話。この物語は高校1年生のアマと落眼がある日気がつくと仮予定と名乗る少女の錬金術工房にいました。錬金術事業を一緒に展開するために落眼を召喚した仮予定と異世界と現実世界を行き来しながら生活を送る落眼たちのお悩み解決ストーリーとなっています。前回26話で眠ってしまったキミを助けるため仮予定の錬金魔道具を使い夢の中に入る落眼。いろいろありなんとかキミを助けることに成功。27話では錬金魔道具を調べる仮予定。とりあえず魔道具を渡したパステル先輩に話を聞きに行くことに。しかし魔道具について聞くとパステル先輩の様子がいつもとは変わっていて。お悩みは仮予定錬金術工房まで1から27話公開中です。隠れよと異界の姫21話。主人公一ノ瀬いつかは働き始めたばかりの社会人1年目。ある日の夕焼けの時間、同期の榊一馬、白藤司と別れたいつかは実技訓練生の綺麗な少年とぶつかってしまう。そして上司である時梨明人が待つ開発室の扉を開けると、そこは不思議な香りに満たされていた。気がついたらいつかはどこか知っているようで見知らぬ世界隠れよへと迷い込んでいました。こちらはプロ声優によるハッチポット VR 公式フルボイス作品です。前回20話では自分にできることをしようと張り切るいつかのもとへアキトが現れ、一緒に正元のもとへ行こうと言われる。21話で正元のもとへ一緒に行くことを決意するいつか。再び森へ向かうと正元と市議が現れ。隠れよと異界の姫プロローグ1から本編21話公開中です。以上が今週連載分の作品紹介でした。今紹介した作品はすべてメタクエスト2での VR 体験や PC ブラウザ視聴、Android スマホでの視聴が可能なので、ぜひ概要欄のハッチポット公式サイトからご覧ください。はじめの話は無料で見れますよ。
次にハッチポット VR のアップデート情報について。今回のアップデート内容はこちら。ハッチポットビルダー編集一括ロック機能。こちらは今までビルダー入力を編集する際、ブロックごとにダブルクリックもしくは F2 キーを押さないといけなかったんですけど、今回追加されたボタンを押すことで一括ロック解除が可能になります。広範囲の修正をしたい方はぜひ活用ください。以上がアップデート内容です。今後も VR アニメを作りやすくなるアップデートをしていく予定なので、この機会にハッチポットで VR アニメを作成してみてください。脚本さえあれば簡単に VR アニメ制作が可能ですよ。興味ある方はぜひ概要欄からクリエイター登録してみてください。連載作品の情報、イベント情報などは今見ているハッチポット公式 YouTube や Twitter で発信するので、興味ある方はぜひチャンネル登録とフォローお願いします。それではまた来週お会いしましょう。